んにちは、レイです。オールドオーディオと DIY 工作の動画を紹介しています。今回の動画はスピーカースタンドを DIY で作っていこうと思いますが、その前にざっくりと全動画のレイアウトチェンジでスタンドを作るに至る経緯をお話ししたいと思います。猛暑になる前とはいえ、どんどんクソ暑くなり始めたわけのわからない初夏の初め頃、決してレイアウトのフルチェンジを行ったのですが、変更で見えてきた問題点が2つありました。1つはスピーカースタンドが低いので高くしてスケルトンからボックスに変更し、引き出しを隠します。移動前の左ラックとスピーカーの頭位置です。スピーカースタンドを高くする理由は、ラックとスピーカーの頭の位置が揃わず、中途半端で妙な空き段差が気に食わない。さらに向きが変わり、横腹内部がもろ見え、見せたくないあらを晒すことになりました。そんなわけで作り直すことで長年気になっていたことが解決しそうです。座る耳の高さとツイーターの位置に大きなズレがないので、十数センチスピーカースタンドを高くして頭を揃えても問題がないことが確認できました。100歩譲ってもかっこいいスケルトンにほど遠く、どう見てもローテックジャンク品ですが、このスタンドは経年で木材が完全乾燥し、締まった良い音がします。使用部材が太く、接続が頑丈で、それがスピーカーの音楽に現れ、皿の実験でも澄んだ音色が出ています。この材料をできる限りリユースして新しいスピーカースタンドを作ります。2つ目はレコードキャビネットが大きすぎることです。レコードキャビの間口が大きいので、出入り口付近が窮屈、角に腰骨をぶつけることが多発。現状は2列1段ですが、1列2段に作り直すと間口約半分のコンパクトなサイズになります。これで出入り口の狭さ問題が解決し、空間に余裕ができ快適になります。1列2段の新キャビネットはいずれ動画で紹介しますが、工作に時間がかかりますので、先に完成した引き出し付きの高強度で高防振なスピーカースタンド工作をご覧ください。さて、話は変わりますが、すべての道はローマに通ずのことわざがあります。木材をコンマ単位で切り間違うと致命的です。すべての作業は切断に通ず、最も慎重な切断の始まりがすべてに通じます。長さの同じ材を手作業で複数切断します。コンマズレは切ることができないので、総ガイドを使い、コンミリの誤差を出さないようにします。丸のこのようにガイドがないので、基準材を上に乗せてクローンを作ります。上下の端に段差が出ないよう指でつらい位置になぞり、材がずれないようクランクで固定。上材のコーナーに刃を密着させ、ノコを斜めにして切れ目を入れます。総ガイドにノコを入れ、切れ目に刃先を差し込み切断します。それにより寸分も狂わない長さや平行と正確な垂直や直角の切断ができます。ある程度切り込みをして総ガイドを外し、力を抜き沿いながら切り進めます。目安を間違えると全てがパーになるので、単調ですが気の抜けない神経を使う作業です。複数の同サイズの木材を切断してたくさんのノコ弾き音を聞いていると、繰り返すポリリズムのようです。乾き状態で変わる複数のノコ引き和音が聞こえてきます。型ボックスで使用する半分をカットしました。この後この作業を3回繰り返します。結構な量に熱くてぶっ倒れそうです。切断から加工に入りますが、最大の問題点は 2x4 材を縦に切る作業です。2x4 材の墨出しにこの定規がとても便利で、簡単に基準線を引くことができます。基準線の簡単さと裏腹に縦の切断をどうするか総ガイドを置く長さが足りず使えません。そこで苦肉のアイデアで4本を束ね、
総ガイドの置ける長さを確保することに、束ねた頭を揃え、クランクできつく締めて、総ガイドできることにしました。これで直角と水平の切断ができそうです。しかし、部材を固定する作業台がないので、案の定、押さえている左手が疲れ出し、グラグラ状態です。せめて1本は、それまでなんとか耐えて作らねば。結局、1本を切るのが限界で、即作業台を発注しました。その間に、代用品を探したところ、昔買った折りたたみの踏み台があるではないか。即座に採用、腰への負担が激減し、楽ちん。なんで早く気がつかなかったのか、悔しい。さらに、踏みづらが小さいので、板を乗せると断然作業性が良くなった。次に、天板と底板の組み立てです。ダボを使わず、ボンドで圧着するので、最初は上面にかけて、ジョイント部の段差やずれを直し、側を締め、上面にクランプをかけます。本締めの前に、ジョイント部のずれなどを確認します。乾いた木組みからクランプを外します。乾燥は時間がかかるので無駄にできません。ちなみに板を乗せて作業面を大きくしたアイデアは良かったのですが、この踏み台は足が踏みづらから突起していて、その突起足に板が乗る状態で固定できないので、作業中に板がずれたり動いて大変でした。踏み板サイズくらいが限界です。椅子頭を表に出さないよう、パイ6ミリのドリルで深さ3ミリくらい掘ります。枠と板を密着させ、接着剤をつけたコーナー材に段差が出ないよう注意してクランプを締めます。ドリル刃3ミリで下穴を開けた後に 3.8×55 のコーススレッドで留めます。底板から縦材を組み、立体にしていきます。ここはコーススレッド 3.8×65 を2本ずつ使用。底板と縦材をフラットに取り付けします。次に、上板をジョイントします。上板と縦材は 5mm の段差があります。上板の振動を縦材に伝えないよう、干渉を少なくするため、そのようにしています。お縄状態のクランプも取れ、側板の取り付けをします。強振を抑えるため 18mm ランバーコアパネルを使用。2面に取り付けをします。翌日、箱の強振具合を聞いてみました。いろいろ棒で叩いてみましたが、どうでしょう。
次に、直接器を置いた音と三角点を上にした自作、木のインシュレーターを試します。思った以上効果があり、自作スピーカースタンドと相性が良かった自作木製インシュレーター、いろいろと試してたどり着いた一つの結論。今後も新しいインシュレーターの試作を続けていきたいと思います。この動画はオールドオーディオと工作をテーマにしております。月曜から金曜まで祝日休みなしのフルタイム勤務で、土曜、日曜の作業のため工作と編集に予想以上に時間がかかってしまいます。動画が完成する頃には初週の頃になってしまい、次の動画がいつ公開できるかわからない状況で決まってないのですが、気長にお待ちいただければ幸いです。チャンネル登録や高評価、コメントで応援していただくと嬉しく思います。次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。